今回の藤井さんの歌声、いつもと違いました。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風 It's Alright、 こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム、こちらの楽曲、僕のチャンネルの方でもコメントで It's Alright が一番好きなので、もし YouTube で公開されたら歌声分析をしてくださいっていうリクエストもいただいていたので、今回の公開はものすごく嬉しいですね。そして歌声分析をですねしてみたところ、今回の藤井さんはいつもと違いました。今までの藤井さんの歌声、僕の中のイメージだともう超絶テクニックをいっぱい駆使して体の中の感情を全部歌声に乗せて表現する、そういった歌い手だっていう風なイメージが強かったんですけど、今回はですね一味違いましたね。そういった部分を自称日本一細かく丁寧に歌声を分析し、歌の練習をする時に役立つ有料級の情報をふんだんに盛り込んだ動画の内容となっておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方ですね、よろしくお願いします。現在鶴さん、歌が上手くなるアイテムパワーブリーズのご紹介をしております。歌が上手くなりたい方はですね、ぜひこちらに商品サイトのリンクございますので覗いてみてください。それでは早速、藤井風 It's Alright 歌声分析 GO!いつもの藤井さんの楽曲とは雰囲気が全く違いますね。で、ここで藤井さんものすごく低い声で歌っていると思うんですけど、この声はですね、テクニックを2つ使っています。それは何かというと、まず分かりやすいのがですね、エッジボイスって言われる、ここに仮声帯っていう部分があるんですけど、ここを使ってですね、ノイズ音を出したような歌声、こういった音色の声ですね。そこにですね、息の音を混ぜるウィスパーボイス、こちらも使ってるんですよね。確認してみましょうか。ほらほら、声の音量が少し小さめなのでよく聞かないとわからないと思うんですけど、イエイ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 、こんな感じの音色だったと思うんですよね。すごく雰囲気があるかっこいい声ですよね。次いきますよ。おなるほどね。先日のライブ配信で聞いたらびっくりしますよって言われた意味が分かりました。ものすごく和風な雰囲気なんですね。いや、こういう曲大好きです。で、ここはですね、高い音域の音が目立っているんですけど、よく聞くとですね、そのオクターブ下の音って言われるフレーズもですね、同時に流れています。オクターブっていうのはドレミファソラシドの上のドと下のド、この音関係をオクターブっていうんですけど、高いメロディーと全く同じ音で低いメロディーも歌っている、こういった状態ですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、低い音域のパートはですね、いつもの藤井さんの歌声で歌っているんですけど、高いところの音がですね、普段披露していない歌声かなっていうふうに思います。これどうやって声を作ってるかっていうと、ミックスボイスって言われる声を使ってます。地声と裏声の中間の声。そのミックスボイスでですね、喉をキュッと締めたような体の使い方をして声を作っています。僕がやるとどういう声になるのか。ララララララ、こんな感じの声。ちょっと雰囲気近いですよね。この喉を締めた歌声をですね、ソブって言ったりします。声楽とかクラシックの勉強している方は聞いたことがある用語かな。次いきますよ。そしてですね、リズムの取り方、ここもいつもと違うと思います。通称後乗りって言われる、実際のこのテンポよりもですね、ちょっとこう後ろに歌の音符がいるような状態を後乗りって言います。日本の歌謡曲だったり演歌、こういったジャンルの楽曲はですね、後乗りで歌うことが多いです。
日本にもともとあるリズムの取り方っていうかね、曲の雰囲気がものすごく和風な雰囲気なので、あえてここでは後乗りで藤井さん歌ってるんだと思います。次いきますよ。ここで音域が上がるんですね。裏声めちゃくちゃ綺麗ですよね。こういった声を使った裏声っていうかミックスボイスね。こういった声を披露するのってなかなか珍しいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で今のところもですね、先ほど言った後乗りのリズムで歌ってるんですよ。この曲のリズムはですね、タン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 、こういったテンポなんですけど、このテンポ通りにですねリズムを取って歌うと後乗りって言われるリズムで歌うことができます。もう一回今のポイント流すので、皆さんぜひリズムを取って確認してみましょう。ものすごくしっくりくる感覚があると思います。ものすごく合ってる感じがしますよね。藤井さんがどういったリズムの取り方で歌っているかどうか、これを確認する方法の一つとして、こうやってリズムを取りながら藤井さんの歌を聴いてみると理解できたりします。ちなみに後乗りとは対照的に前乗りっていうリズムの取り方もあるんですけど、これはですね倍のテンポでリズムを取ります。タン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 で、それぞれですねリズムの取り方で雰囲気がガラッと変わるんですけど、今藤井さんがやっている後乗りだと全体的にこうどっしりとした重たいような雰囲気をですね表現することができます。それと対照的に前乗りでリズムを取ると疾走感だったり爽やかな雰囲気がしてくるんですよね。曲調によってリズムの取り方をですね使い分けて歌ってるんですね。藤井さん素晴らしい。次いきますよ。いいね。やっぱりこう特徴ある雰囲気って藤井さんならではですよね。すごくしみる雰囲気の作り方も素敵なんですけど、歌の表現力の幅が広すぎますよね。次いきますよ。いい。この地声から裏声に切り替わるところの境目がですね、藤井さんってないんですよね。これものすごく難しいテクニックで、大抵の人は地声と裏声の切り替わりのポイントでこうカクンっていう風に分かりやすいような音色が出てしまうんですけど、じゃあ藤井さんここのポイントどうやって歌ってるかっていうと、声を出す方向のイメージ、ここが重要になってきます。多くの人はですね、裏声の時は上の方向、地声の時は下の方向みたいな感じで声を出す方向がですねバラバラになるんですけど、地声と裏声でこの方向をですね統一してあげることによって切り替えをスムーズに行うことができます。この辺の声のイメージがですねものすごいんですね、藤井さん。そしてこのウィスパーボイスの空気感もたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。地声でものすごくたっぷりウィスパーボイスを使って、そのウィスパーボイスの息の量を継続したまま裏声の方に行ってるから、こうふわっと広がる雰囲気あるじゃないですか。ここにめちゃくちゃ癒し成分あると思いません？最高すぎますね。でここの部分もですね先ほどの後乗りで歌っています。和風の雰囲気が消えたからリズムの取り方を前乗りにするかなって一瞬思ったんですけど、聞いてみたら B メロの部分も後乗りで歌ってますね。次いきますよ。いいね。すごく言葉はシンプルなんですけど、歌声でこの幻想的な雰囲気を作り出してますよね。で、はあ、はあ、はあっていうフレーズじゃないですか。これ、声が出ていないところで息継ぎをしてるんじゃないかなっていうふうに思ってる方もいると思うんですけど、ここはですね、息を止めて歌ってます。息を止めることによって2回目のは、この音がですね、強い音に変わるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら。でこれ音取るのもものすごく難しいですね。こういうところがねかっこいいんですよね。じゃあ次サビかな、行ってみましょう。いいね。
うんサビじゃなかったですね。でももう一回し聞けてすごく嬉しいですね。ここの幻想的な雰囲気たっぷり味わいたいっていう気持ちになるじゃないですか。まるでファンの気持ちを見透かしているような楽曲構成かなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。今のところは各フレーズのですね、語尾の音が全部エッジボイスになってるんですよね。ララーみたいな。今僕はあんまりちょっと上手くなくて、エッジボイスの音あんま出てなかったですけど、ララー、ララーみたいな。下手ですね。ごめんなさい。藤井さんの歌もう一回聞いて確認してみましょうか。ほら。これね、相当難しいですよ。ララララみたいな感じで全部一息で歌ってるんですよ。これはね、難しいです。さっき僕できなかったじゃないですか。もう本当に難しいテクニックかと思います。やばいですね。次いきますよ。ものすごく綺麗な裏声ですよね。正式にはミックスボイスなんですけど、裏声の成分がですね、6割から7割ぐらいかな。でも、裏声だけだとふわっとした雰囲気しか出ないので、ここにですね、少しだけ地声の成分を足すんですよね。そうすることによって、裏声なんだけど、力強い音色になるっていうね。そうなってくると、きらびやかな雰囲気も出ますし、声の存在感もですね、ものすごく出てくるんですよ。もう一回聞いてみましょうか。いいね。裏声だと、It's alright こういう感じになるんです。でもちょっと地声の音色を足すと、It's alright こういう感じになります。僕今出した声だとちょっと地声の成分強すぎるんですけど、こういった細かい声のコントロールがね、素晴らしすぎますよね。次いきますよ。この階段のようなね、フレージングがまたかっこいいですよね。で、今のところはですね、口をものすごくわーってこう大きく開いて歌ったポイントかなっていうふうに思います。もう声の広がりがですね、ここは素晴らしいことになってました。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、口を大きく広げているんですけど、声をですね、鼻に送るような発声方法を使ってました。次いきますよ。かっこいいね。うわ、いいやっぱりね、毎回言ってるんで、おなじみのセリフになるんですけど、藤井さんは同じフレーズを2回歌わないですよね。今のところもちょっとフェイクで崩した感じになってね、それがまたかっこいいんですけどね。次いきますよ。ここの部分はサビの一回し目と同じ感じに歌ってるかなっていうふうに思います。さっきね、同じフレーズを2回歌わないって言った矢先の出来事なんですけど、ただこの同じように歌うっていうことも歌の中ではものすごい難しいことで、歌っていうのは生ものなので、同じフレーズでも変わって当たり前なんですよ。その時の感情だったり、空気感によって多少ね、雰囲気に変化が出てくるんですけど、それなのに全く同じように歌える藤井さんのこの歌の再現性素晴らしいですね。次いきますよ。なるほどね。またここのね、ウィスパーボイスとエッジボイスを使っているポイント。で、口もそこまで大きく開いてないかな。むしろほとんど開いてないかもしれないですね。ララ、ララ。みたいな。もうほとんど動かしてないと藤井さんみたいな雰囲気を作れるかなって思います。次いきますよ。こういう落ち着けるポイントがあるのもいいですよね。こう一般的な楽曲で言ったらここはねイントロとか感想的な部分かと思うんですけど、そこにもしっかりと藤井さんの声を乗せてくれているっていうところが感動しますよね。次から A メロが始まるのかな。行ってみましょ
いいねいいな、もうどんどんなんか癖になっていきますよね。で、ここの部分の歌い方としては、あえて単調に歌うっていうところが最大のポイントかなっていうふうに思います。わかりやすく言うと、感情を込めない、無表情な気持ちで歌うっていうかね。でも口はしっかりと動かしている。なんかそんな気がします。一つ一つの音をまっすぐ歌うっていうかね。次いきますよ。ほら。タンタンって歌っているから、ここのリズムに合わせて歌おうとすると自然とこういった雰囲気になるのかなっていうふうにも思います。おそらく藤井さんの性格的に考えると、歌をものすごく自由に歌う藤井さんなので、先ほど言ったリズムがこうだから自然に合わせて歌うとこの雰囲気になるよっていうのが正解な気がしますね。ただ藤井さんみたいに歌いたい方はですね、一つ一つの音をまっすぐ伸ばして無表情な歌声を作るっていう意識で歌った方が藤井さんの歌声に近づけると思います。次いきますよ。今気づいたんですけど、2番は低い方のフレーズがメインになってるんですね。こういった同じメロディーでも1番は高い方がメイン、2番は低い音がメイン。こういうアレンジも素敵ですね。いつもの藤井さんの声の雰囲気で A メロのメロディーを聴けるっていうかね。本当にシーンによって藤井さんの歌声の表情がいろいろ変わるから、これだから藤井さんの楽曲って何度も何度も繰り返し聴きたくなるんですよね。次いきますよ。ほらほら。で、今のところもそうですよね。口をあまり開かずに回っていますみたいな、こういった声の作り方かなっていうふうに思います。メインになってくるのは肺の胸腔共鳴、その声を鼻に入れるっていう声の出し方、この辺は変わってないですね。次いきますよ。ここ好きだな。ラーララララララみたいな、あまりうまくできないですけど、この空気感がですね、やっぱりたまらないですよね。どうやったらここまで息の音を表に出して歌えるのかっていうのがね、僕は藤井さんに直接聞いてみたいですけど、僕がやるとね、ラーラララなんかちょっと足りないんですよね。物足りない。息の音がね。もう2割ぐらい息の音を足したいんですけど、そうすると多分声の実音の方がコントロールできなくなっちゃうような気がするんですよね。いやー、羨ましいですね。次いきますよ。はーってちょっとなんかピッチを崩してるような感じがまた味があってかっこいいですよね。あ、ピッチって音程のことです。音楽やってる人はね、音程のことはピッチって呼んだりするんですよね。そこちょっとピッチ低いんじゃないとか、こういう言い方。ぜひね、カラオケ行った時に使ってください。今のとこちょっとピッチ甘いねとかね。こういう言い方すると、あ、こいつ音楽知ってんなみたいになるんで。次いきますよ。いいね。今のね、崩したメロディーがめちゃくちゃかっこよかったですね。もうフレーズの宝庫ですよね。この自由な感じがね、たまらないんですよね。次いきますよ。この音がこう下がって上がっていってサビで爆発っていうこの流れも最高にかっこいいですよね。いやー、どの曲も藤井さんの楽曲は素晴らしすぎますね。じゃあ次サビいきますよ。お、ここのポイントなんですけど、バックのリズムがですね、タン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 になってるんですよ。ということはどういうことだと思いますか？そうです。ここのポイントだけ藤井さんの歌声が前乗りになってるんですよね。一曲通して後乗りで歌うかと思ったら、ポイントによってリズムの取り方を変えて表現してるっていうね。すごいですよね。もう一回聞いてみましょう。
ほら今タンタンって叩いたリズムの方がしっくりきますよね。落ちサビのポイントだけ空気感をガラッと変えるっていう目的で前乗りのリズムを使ったんじゃないかなっていうふうに推測します。次いきますよ。おいで今のところは今度後乗りに変わってるんですよ。この急激なリズムパターンの変化に対応できるっていうか、それをコントロールしてる藤井さんやばすぎません？もう一回聞いてみますか。ほらやばくない？すごすぎますよね。いやこういう風に曲の中でリズムの取り方で雰囲気を変化させるボーカリストってね、なかなかいないっていうか、藤井さんぐらいなんじゃないかな。自分のイメージをしっかりと楽曲の雰囲気で表現するためなら何でもやるっていうところが最高にかっこいいですよね。そしてそれを実現できる藤井さんの実力がね、半端ない。次いきますよ。あ、なんかバックでビリビリした多分藤井さんの声のフェイクだと思うんですけど、それが入ってるのがね、かっこいいですね。声なんだけどすごくロックな雰囲気を感じるというか、で途中で入った細かいフレージングもね、来たなって感じですよね。次いきますよ。いやー素晴らしすぎてニヤニヤしてきますね。てか藤井さんの楽曲あるあるなんですけど、後半に行けば行くほど口角上がってきますよね。どの曲も魅力たっぷりなんですよね。次行きますよ。あーなるほどね。最後はこうシュッとね盛り下げて終わるっていう感じですかね。サビでグワッと盛り上がって最後のエンディングではこうシュッとね収まるような、何かに吸い込まれていくようなね、そんな雰囲気を感じます。次いきますよ。いやー最高でしたね。以上藤井風 It's Alright 歌声分析はここで終了です。いやー今回も素晴らしすぎましたね。歌声分析中も言ったと思うんですけど、先日のライブ配信でですね、藤井風ファンの方が「It's Alright」は聞くと鶴さんびっくりしますよっていう風に教えてくださったんですけど、いや本当にびっくりしましたね。まさかねこういった感じの曲調とは思っていなかったので、いろんな意味でびっくりしたし、いろんな意味でねテンション上がりましたね。で今回の「It's Alright」の表現としては、歌の声質で表現するっていうよりも歌の音域でですね盛り上げ盛り下げを表現する、そんな感じだったんじゃないかなっていうふうに思います。なので逆に言うと、いつもの藤井さんの超絶テクニックはほとんど使われていないんですよね。だからこそ曲の良さがですね違った角度からものすごく伝わってきたんじゃないかなっていうふうにも思います。藤井さんの歌の表現力には毎回驚かされますね。でこの動画が公開されてから少し経ったら今度はミュージックビデオが公開されるのかななんていうふうにも思ってるんですけど、ミュージックビデオが公開されたらですね、今度はリアクション動画を公開しようと思いますので、ぜひまたお付き合いいただけたらなというふうに思います。藤井風、これからも全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。